こんにちは、マスクドモデラーです。今回はご依頼品のガレージキット FGO アストロフォの製作過程と模型作りに役立つテクニックやカラーレシピを解説します。先に完成状態をお見せしながら自己紹介です。マスクドモデラーは年間約40体のガレージキットをお客様に代わって塗装組み立てを行う製作代行を生りとしています。今回の作品もお客様に大変気に入っていただけた自信作ですので、解説をご覧になって皆様の模型作りにお役立ていただければ嬉しいです。今回の動画は組み立て時のポイントや合わせ目消しなどの工作から肌やタイツの塗装のコツ、綺麗なグラデーションを作るカラーレシピなど昨年のアストロフを再現できる完全ガイドとなっています。これからガレージキットを始める方には難しい部分もあると思いますが、動画の最後にビギナー向けの制作プランも簡単に提案していますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは今回の制作過程を順を追って解説します。今回の動画は仮組、表面処理、合わせ目消し、肌塗装、白タイツの透け塗装、塗装のコツとカラーレシピ、アイデカールと眉毛の塗装、ビギナー向け制作プランの順で解説します。すべて見ている時間がない方は概要欄に目次リンクがありますので、見たい部分を選んでご視聴ください。まずは仮組です。仮組は全体の把握やパーツの合わせ、歪みをチェックする大切な工程です。パーツをどの色で塗装するかを確認したり、組み立ての順番や全体を把握するためにも仮組は欠かせません。最後に組み立てる時にも仮組をしっかりやっておくと作りやすく、出来栄えを左右しますので丁寧に作業します。開封してパーツを説明書の通りに並べて確認します。リボンや髪の毛など小さなパーツが多いので、説明書と同じように並べてしっかりとチェックしましょう。パーツ総数は38個と一見シンプルに見えて多めの印象ですが、腹部と腰や太もも、ストッキング、靴といった塗り分けが難しい部分が全て分割されているため、塗装しやすい仕様になっています。また印刷品質が非常に良い瞳デカールが付属し、顔パーツにも眉毛の筋彫りが入っていますので、アイペイントが苦手な方にも作りやすくなっているのが嬉しいポイントです。パーツを確認したら仮組作業に入ります。マスクドモデラーでは組み立ての際にネオジム磁石と真鍮線による軸差し込みを多用し、極力接着剤を使わないようにしています。理由はいつでも簡単に組み立てられるため、全体の色を把握しやすい、分解が容易で梱包がしやすくなるなどいろいろありますが、一番は以前瞬間接着剤がついた手でパーツを触ってしまい、塗装がパーになったというトラウマから立ち直れていないためです。なんとも間抜けな話ですが、自分の切り札である宝具の名前を忘れるおっちょこちょいもいますので、どうも愛とコメントしてもらえると元気が出ます。私が仮組で使っている材料は真鍮線、ネオジム磁石、瞬間接着剤、瞬間カラーパテまたはシアノン、瞬間接着剤硬化促進剤です。真鍮線は 0.5mm から 2mm のものを、ネオジム磁石は直径 3mm、厚さ 3mm のものと厚さ 1.5mm のものがあれば大体対応できます。作業はドリルで穴を開けて真鍮線や磁石を埋めていくだけですが、軸がぴったりと合うように正確に穴を開けるのは意外と難しいものです。ただし磁石を使って吸着することを前提としている場合は、軸に対して 0.5mm ほど大きな穴を開けて余裕を作れば良いので、作業が格段に楽になります。工程数は多くなりますが、軸での補強が必要な部分でも磁石を併用すると悩まずスムーズに作業できますのでおすすめです。次は体の各部ごとに解説していきます。まずは脚部です。脚部はフィギュアの重量を支える部分ですので、軸打ちで強度を上げることをお勧めします。ただし今回のキットの場合は磁石だけでも問題ないくらいパーツがぴったりと合いますので、やりやすい方で構わないと思います。次は腰から胴体です。太ももと腰をつなぐ部分も強度が欲しいので軸と磁石を併用しています。腰と腹部をつなぐ部分も同様に軸と磁石を使っています。セーラー服の胸部も同様に作業し着脱式にします。腰とセーラー服を分離可能にすることで、腹部を女性型、男性型にいつでも変更することができ、遊びの幅が広がりますので、ぜひ試してみてください。セーラー服の襟は2つのパーツに分割されていますので接着します。合わせ目の消し方は後ほど表面処理のパートで詳しく解説します。ちなみに襟の固定は強力両面テープを使用しています。両面テープと思われるかもしれませんが、軸や磁石を埋めるだけの厚みがなく、強度を必要としないパーツには大変有効な方法です。後ろの髪の毛は2つに分割されており、三つ編みのダボを挟み込んで固定する形になっています。後ろから見るとこういう感じで、合わせ目を消す場合は三つ編みも一緒に取り付ける必要がありますが、やや塗装がしづらくなりますので少し工夫をします。
工夫といっても三つ編みのダボを切って取り除くだけで、ガンプラなどでよく使われるいわゆる後はめ加工です。こちらが加工後です。ダボをニッパーで切り取り、磁石を取り付けました。必須というわけではありませんが、こうして一手間かけておくと塗装がしやすく品質も上がりますので、覚えておくと役に立つと思います。リボンやスカーフなどの小さな部品は全て 0.5mm の真鍮線を差し込んでいます。小さなパーツは特に接着が難しいので、一手間加えることで事故のリスクをなくせるのは大きなメリットです。以上のようにしっかりと仮組みをしておくことで、完成時の組み立てがぐっと楽になります。仮組みは一見地味な工程ですが、塗装や組み立てのしやすさを大きく左右しますので、根気よく取り組んでください。また、好評公開中の動画、ガレージキットの作り方に仮組み組み立てでは、一発で決まる軸打ちの仕方や間違って埋めた磁石を一瞬で抜く方法など、仮組み動画の決定版といえる内容となっていますので、概要欄のリンクからぜひご視聴ください。次にパーツ成形と表面処理をします。表面処理はガレージキットの出来栄えを決める大切な工程です。ガレージキットのパーツにはパーティングラインや複製時に発生するディティール潰れなど、そのまま組み立てると少々見苦しい部分があることが常ですので、ヤスリなどを使って丁寧に表面をきれいにします。表面処理は便利な道具を使うことで仕上がりや効率が大きく変わりますが、今回のキットはパーツの状態が非常に良いため、紙ヤスリとスポンジヤスリだけで十分きれいに仕上げられます。また、なくても問題ありませんが、私が今回補助的に使った便利なツールを紹介します。左から調光スクレーパー、ライナー層 0.15mm、ビットブレード丸刀です。調光スクレーパーはカンナ掛けに特化したツールで、髪の毛など入り組んだ形のパーツのパーティングライン消しに力を発揮します。ライナー層はデザインナイフのホルダーに取り付けて使う極薄のノコギリで、筋彫りや L 字部分の彫り直しに非常に便利なお気に入りのツールです。ビットブレード丸刀は 1mm から 3mm の極細彫刻刀セットです。丸い溝を彫ることはもちろん、側面を使ってカンナ掛けができますので、衣類などくぼみが多いパーツのパーティングライン処理に便利です。基本的に全て紙ヤスリとスポンジヤスリで十分作業できますが、知っておくと便利ですので、機会があれば試してみてください。それでは解説に入ります。まずはパーティングラインを消していきます。私がパーティングラインを消すのに主に使っているのは240番の紙ヤスリです。ザクザクとスピーディーに削ることができるため気に入って使っています。削っていくとヤスリを当てた部分が平らになり、丸みを失うフラットポイントが発生しますので、柔らかい丸みが出るよう全体をしっかりとならしていきます。パーツの丸みを出すときは240番のスポンジヤスリを使っています。パーツの丸みはフィギュアの柔らかな表現を大きく左右しますので時間をかけるのですが、今回はパーツ精度が高いためパーティングラインの周辺を磨くだけで十分でした。パーティングラインを消し、丸みがきれいに出たらスポンジヤスリの番手を上げて傷を消していきます。240番から320番、600番と番手を上げて全体を丁寧に磨いていきます。私の場合、サフを拭くパーツは600番まで、サフレ塗装をする肌のパーツは1000番まで番手を上げて磨いています。あらかた磨いたら超音波洗浄機でパーツ洗浄をします。洗浄機がなければブラシで丁寧に削りカスを払い落とせば OK です。ここからサフを拭いていきますので、払い残しがないよう気をつけます。サフを拭いていく際、パーツの色によって白サフ、カラーサフ、クリアを使い分けています。具体的には今回の場合、髪や衣類は白サフ、カバンと靴はカラーサフ、肌はクリアというように使い分けました。肌はサフレス塗装をしますので、サフの代わりにクリアで表面を整えます。カラーサフは後ほど塗装とカラーレシピで詳しく解説しますが、要は表面処理と塗装の下地色を兼ねて色をつけたサフを使っているだけです。愛用しているサフはクレオスのベースホワイト1000です。理由は程よく傷が埋まり、表面も綺麗で品質が良く安いからです。白サフはサフ1対薄め液2くらいで希釈しています。これはエアブラシやコンプレッサーなど作業環境によって変わりますので適宜調節してください。サフが乾燥したらサフ磨きをします。サフが乾燥するとパーティングライン消しや傷消しが甘いところが見つかりやすくなりますので適宜修正していきます。特に髪の毛は磨き残しが多いため念入りに磨き直ししていきます。大抵サフ1回で納得できる結果を得られることはないので全パーツもう一度磨き直します。あまりこだわると使われますので無視して次の工程に進んでも問題ありません。磨いた後にもう一度サフを拭きました。1回目のサフ拭きよりも光沢度が上がって表面が滑らかになったことが分かります。これでも十分ですが、サフの表面をメラミンスポンジで磨いてさらに平滑にして仕上げます。しっとりとした反光沢になり綺麗に仕上がりました。
最後に肌の表面処理です。肌はサフの代わりにクリアを拭いています。クリアを拭くと表面の傷が見やすくなり、まだ磨きが甘いことがよくわかります。600番から1000番のスポンジやすりで傷の状態に合わせて磨き込みます。再度クリアを拭きます。1回目よりも光沢度が上がり、表面が滑らかになっているのがわかります。もう一頑張ります。メラミンスポンジでクリアの波打ちを整え、もう一度クリアを拭きます。さらに光沢度が上がり、滑らかな表面になりました。最後にメラミンスポンジで磨いてクリアのわずかな波打ちを消して完成です。表面処理に共通するのは、磨いてサフやクリアを拭き、また磨くを繰り返してきれいにしていくということです。ただ先にお伝えした通り、こだわりすぎると疲れますし、フィギュア完成しないので、適当なところで切り上げて次に進んでしまいましょう。表面処理についてはガレージキットの作り方3、表面処理編という動画でおすすめのツールなどを詳しく紹介していますので、こちらも参考にしてみてください。次にパーツの合わせ目消しを解説します。解説の順番が前後しますが、表面処理と並行してパーツの合わせ目を消していきます。今回はセーラー服の襟とスカート、頭部に合わせ目ができますので、この3箇所を消していきます。今回合わせ目消しに使った材料は、瞬間カラーパテ、瞬間接着剤硬化促進剤です。瞬間カラーパテはシアノンでも OK です。瞬着用の細ノズルをつけると作業しやすいので、一緒に持っておくと便利です。それでは実際の作業を見ていきます。セーラー服の襟はこのように分割されていますので、瞬間接着剤で接着します。接着した状態です。できるだけディティールが細かい部分を基準にして隙間なくぴったりと接着します。瞬間カラーパテを隙間に盛り、綿棒で余分なパテを拭き取ります。瞬着硬化剤を吹いて固め、240番の紙やすりで削ります。再度カラーパテを盛り削ります。瞬間カラーパテは硬いので、一度で厚く盛るよりも薄く盛って削るを 2,3 回繰り返して仕上げると楽で綺麗に仕上がると思います。合わせ目が消えたら仕上げとしてライナー層や彫刻刀で溝や筋彫りをきれいにします。最後にサフを拭いて完成です。スカートや頭部も同じように作業すれば OK です。また合わせ目ではありませんが、顔パーツの眉毛の筋彫りも埋めておきます。後で眉を描き込むために埋めておくのですが、墨入れで表現する場合は残しておいて大丈夫です。合わせ目消しと同じ要領で筋彫りが埋まれば完了です。準備が整いましたので、いよいよ塗装に入ります。表面処理が終わったら肌を塗装します。今回の肌はクリアカラーを使ったサフレス塗装をしていきます。サフレス塗装とは、一般的な不透明の塗料やサーフェイサーを使用せずに、レジンの色を生かしてクリアカラーで肌の色を表現する方法です。サフレス塗装に適した塗料はいろいろとありますが、今回使用したのはガイアノーツのサフレスフレッシュピンクとサフレスフレッシュオレンジです。今回はピンクとオレンジをそれぞれ 1.5 対1の割合で混色し、メインカラーとして使用しています。もう一つはクレオスのクリアペールブラウンです。これ1本でも綺麗な肌色にできますが、今回はシャドウ色として補助的に使用しています。塗料の希釈率は塗料1に対して薄め液2、薄め液はブラシマスターを使用しました。エアブラシはクレオスのノズル口径 0.18mm を使用しています。以上を前提として肌塗装の解説をしていきます。まずメインカラーのサフレスフレッシュでシャドウになる部分に薄く色をのせていきます。具体的にはおへそや足の付け根などくぼみやくびれのある部分を狙って慎重に拭いていきます。1回目はだいたいこんな感じでシャドウのみに塗装し、ハイライト部分には色をほとんどのせていません。目的としてはシャドウをどこに入れるか見当をつけるため当たりを取っていると思ってください。次に全体に薄く色をのせながらシャドウをさらに強調していきます。コツとしては最初からしっかり色をのせるのではなく、少しずつ全体に色を足していき、シャドウとのメリハリがなくなってきたらシャドウに色をのせていくとうまくいきやすいと思います。2回目でこんな感じです。だいぶ肌色になってきましたが、まだレジンの青白さがありますので、さらに色をのせていきます。慎重に何度も重ね塗りしていき、好みの色に仕上げます。手元に市販のフィギュアや塗料があれば参考にすると色をまとめやすいと思います。今回はハイライトをガイアノーツのフレッシュ、シャドウ部を同じくフレッシュオレンジと同じくらいになるように調整しました。また基本的にメインカラーのサフレスフレッシュだけでも綺麗な肌色にできますが、シャドウを濃くしていくと彩度が上がりすぎると感じるため、補助的にクリアペールブラウンを使用しています。納得できる色になったら艶消しクリアコートして仕上げですが、私は艶消しの前にウレタンクリアで保護しています。理由は塗膜がラッカー系塗料とは比べ物にならないほど強靭で塗装剥がれリスクが激減することと、
表面を磨くことでスベスベのお肌にできるためです。ウレタンクリアは塗膜が本当に丈夫なので、3000番のスポンジヤスリで塗装のわずかな肌荒れを消すことができます。ただ品質が上がるのは間違いないですが、ここまでやると疲れますので、ラッカー系クリア吹きっぱなしでも十分です。表面がきれいに整ったら、クレオスのスーパースムースクリアでコートして完成です。サフレス塗装はクリアカラーのみで塗装するため、吹きすぎると後戻りができないので、慎重に色をのせていき、吹きすぎないように注意しましょう。次は白タイツの透け塗装です。タイツの透け塗装は、私の場合肌色を塗装してからタイツの色を上から少しずつ重ねることで表現しています。タイツは膝やすね、ふくらはぎなど隆起している部分はタイツが引き伸ばされて肌が透けて見え、膝下や骨の周りのくぼみなどタイツとの密着度が低い部分が暗くなるように塗装するとそれっぽく見えます。これは通常のシャドウ拭きと特に変わらないため分かりやすいのですが、白タイツの場合は通常暗くなる部分が白くなり、本来明るくなる部分の色が濃くなるという逆転現象を起こすため少しややこしくなります。しかし肌色を塗ってからタイツの色でシャドウ拭きするという基本は変わりませんので、順を追って解説します。まず全体を肌色で塗装します。今回は先ほど使った肌のメインカラーをそのまま使っています。肌色はあまり濃くすると白で隠蔽しづらくなりますので、やや薄めに押さえておきます。具体的には先ほど目安にしたフレッシュと同じくらいにしています。グラデーションは考えずベタ塗りで OK です。次にホワイトをシャドウ拭きしていきます。ホワイトをシャドウ拭きとか何を言ってるのかわからないと思いますが、他に適当な言葉が見つからないのでありのまま起こったことを解説します。シャドウ拭きに使うホワイトにはほんの少しだけイエローを加えます。理由は真っ白を肌色の上に拭くと赤みを隠蔽しづらいため、やや濁ったピンク色になりやすいためです。そこで白と見分けがつかないくらいほんの少しのイエローを入れておくと赤みと混ざって自然な肌色っぽい白になります。シャドウ拭きするとこんな感じになります。ポイントとしては膝、すね、くるぶしの周りのくぼみを白くするとそれっぽくなります。もう少し透け感が欲しいので今度は肌色を拭いて透けを強調します。ちょっと分かりづらいですが部分的に透けを強調しました。太ももと膝、すね、ふくらはぎ、くるぶしのあたりに軽く肌色をのせました。今回は透け具合を抑えめで太ももとのメリハリが出るようにしていますが、肌色を濃くすることで透け感が増しますので好みに合わせて調整してください。最後に LG パールとスーパースムースクリアを拭いてシルキーな質感に仕上げて完成です。今回白タイツは黒や赤のタイツに比べてやや変則的な塗装方法で仕上げましたが、様々な色のタイツ塗装に応用できると思います。次に各部の塗装のコツとカラーレシピを紹介します。今回はお客様よりアルターの宮内レミーの制服の色を再現してほしいとのご要望をいただきましたので、この作例に合わせて調色していきます。カラーレシピの解説に入る前に前提条件を説明します。調色の際にシアン、マゼンタ、イエローという色が品質しますが、これは色の三原色のことで、青みを足すときはシアン、赤みを足すときはマゼンタ、黄みを足すときはイエローをそれぞれ加えます。商品としてはガイアノーツの純色シリーズやクレオスの色の源シリーズを使用しています。微妙な色味の調整にとても便利な塗料ですので、三原色は揃えておくことをお勧めします。また、エアブラシは肌塗装と同じく塗料を細く拭けるノズル口径 0.18mm を使用しています。最後にグラデーションをする塗料にはクリアを混ぜて微妙なグラデーションをしやすくしています。具体的には塗料にクリア1、薄め液8くらいの割合で希釈していますが、塗装環境と好みに合わせて調整してください。好評配信中のガレージキットの作り方4ではグラデーション塗装を徹底解説していますので、理解を深めたい方は合わせてご覧ください。それでは解説に入ります。最初に制服のホワイトです。下地のホワイトはクレオスのベースホワイト線を使用しています。サフですが塗料として立派に機能する上、塗料よりも柔らかい質感が出るため気に入って使っています。シャドウにはガイアノーツの EX ホワイトにコーラルピンクとイエロー、クリアを足してピンク系でまとめています。襟とスカートのレッドはブライトレッドとマルーン、GX クリアパープルを使用しました。マルーンと GX クリアパープルはレッドのシャドウとして使い勝手が良く定番として使っています。スカーフのピンクは下地にベースホワイト線を使用し、中間色とシャドウ色はホワイトにブライトレッド、イエローとクリアを足しています。ここからは各色の塗装工程を解説していきます。こちらは先ほど表面処理でベースホワイト線を拭いた状態です。シャドウ色を慎重に細拭きし、シャドウを作っていきます。
細拭きを意識していても本来明るく残しておきたい凸ディティールまでシャドウ色が乗ってしまいメリハリが弱くなることが常ですので、水をつけたメラミンスポンジで軽く磨いて凸部分のシャドウを磨き落とします。一度に厚く拭くと磨き落とすのが大変になり仕上がりも悪くなりますので、薄く拭いて磨き薄く拭いて磨きを繰り返すと綺麗なグラデーションになります。ホワイトが終わったらマスキングしてレッドを塗装します。ラインのマスキングには 0.7mm の極細マスキングを使用しています。ブライトレッドをベタ塗りします。グラデーションは考えず均一に塗装していきます。シャドウをマルーンと GX クリアパープルで塗装しました。基本はマルーンで塗装し、クリアパープルは引き締めたい部分に補助的に使う感じです。塗装が完了し、マスキングを剥がした状態です。ところどころラインに乱れがありますので修正していきます。ラインは一見簡単そうに見えますが、修正に非常に手間がかかりますので、じっくりと丁寧に仕上げていきます。説明が前後しますが、マスキングをする前にウレタンクリアーで塗装を保護しておくと塗り分けの修正がきれいにできます。ウレタンクリアーはラッカー系の溶剤に耐性がありますので、塗装のはみ出しをラッカー溶剤で拭き取ることができます。ウレタンクリアーの特性やエアブラシの分解清掃などの知識が必要ですので、万人にお勧めはできませんが、塗り分けにお悩みの方はチャレンジしてみてください。次は髪の毛の塗装です。髪はベースホワイト線を下地にして、中間色はホワイト、コーラルピンク、イエロー、シアンを混ぜて作っています。シャドウ色は中間色とほぼ同じですが、ホワイトを少なく、シアンを多めにしてややくすんだ色味にしています。最初に中間色を薄くシャドウ拭きしていきます。1回目はこんな感じです。一度に厚く塗らずに少しずつ色をのせていきます。もう一度中間色で陰影をつけていきます。だいぶはっきりとしたグラデーションになってきました。最後にシャドウ色で陰影を強調して出来上がりです。髪の毛のグラデーションはシュッシュッシュッと薄く小刻みに塗り重ねていくとうまくいきやすいと思います。感覚としてはスプレーというより色鉛筆で絵を描くときに力を抜いて何度も薄く塗り重ねていく感じに似ています。エアブラシも同じように細く短く拭いていくと色をコントロールしやすいと思います。次に靴とカバンです。まず下地としてベースホワイト線とレッドブラウンを混ぜたカラーサフで表面を整えます。次にガイアノーツのクリアブラウンを均一に塗り重ねます。ブラックとクリアを混ぜたクリアブラックでシャドウをつけていきます。凸部分にブラックがかかりすぎてしまったらメラミンスポンジで磨き落とします。いい感じになりましたのでガイアノーツの EX フラットクリアで半光沢にして仕上げました。ボタンなど小さな丸ディティールの塗装にはクレオスの円形マスキングシールが便利です。直径 1mm から 7.6mm まで 0.2mm 刻みで豊富なサイズが揃っていますので大変使いやすくおすすめです。金具のシルバーはスターブライトシルバーを筆塗りしています。スペーキにメタリックマスターを使うと綺麗な金属光沢が得られます。ヒポグリフはくちばしに透光色プラスホワイト、リボンにブライトレッドとマルーン、チャームポイントの大きな翼はレッドブラウンプラスホワイトで筆塗りし、筆跡をきれいに磨いて滑らかにしています。小さくマスコット化されていますが、ヒポグリフはアストルフォの大切な相棒ですので丁寧に仕上げていきたいところです。リボンはニュートラルグレー4にナチュラルブラウンを混ぜてブラウン寄りのグレーを下地に使いました。クリアブラックでシャドウ拭きし、スーパースムースクリアでしっとりと仕上げて完成です。ハイライトになる部分はしっかりと明るくしてメリハリをつけた方がリボンっぽい質感になると思います。ここからはおまけですが、肌塗装で解説したように艶消しをする前にウレタンクリアで保護して表面を磨いています。グラデーション塗装の過程や筆での修正の際に表面が少なからず荒れるため、きっちり磨いておくと綺麗な塗装面になります。ただしこれも手間がすごくかかりますので、どうしてもこだわりたいパーツがあれば試すくらいでいいと思います。次にアイデカール貼りと眉毛の描き込みをします。今回のキットには品質の良いアイデカールが付属していますので、こちらを使用します。まず適当な入れ物に水を入れてデカールを浸します。デカールによりますが、1、2分くらいで台紙から剥がれるようになります。ピンセットでつまんで位置を合わせます。マークセッターを塗って定着させます。綿棒で余分なマークセッターを吸い取り、乾燥させれば完了です。次に眉毛と口を描き込んでいきます。眉毛と口の描き込みにはエナメル塗料を使います。エナメル塗料の溶剤はラッカー系塗料を溶かさないので、はみ出した部分をエナメル溶剤で拭き取ることができます。今回の手順としてはまず、フラットホワイトプラスフラットレッドで眉毛の形を作ります。はみ出した部分をエナメル溶剤をつけた筆で丁寧に拭き取っていきます。
眉毛や瞳の塗装はできるだけ細く描くことが大切ですが、描く以上に大切なのは消すことです。よほど筆使いに長けた人間国宝でもない限り、顔は描くものではなく消すものだと考えていいと思います。形を整えた状態です。これでも十分ですが、もう一頑張りします。今回の目標は図のように薄ピンクの眉にピンクの縁取りが入るようにしていきます。まず濃いめのピンクで眉毛の形を取ります。次にこの眉を保護するためにラッカー系のクリアを吹きます。クリアが乾燥したら筆で丁寧に薄ピンクを塗っていきます。大抵こんな感じでヘロヘロになりますので、今度はエナメル溶剤をつけた筆で丁寧に修正していきます。下地のピンクが縁取りのように見えたら完成です。解説は一瞬で終わりますが、実際の作業には膨大な時間を費やすことになると思いますので、縁取り眉毛を描いてみたい方は根気よくチャレンジしてください。次に瞳を光沢にして輝かせます。眉を描いた後、顔全体をウレタンクリアでコーティングします。ウレタンクリアが硬化したら、瞳を2000番の紙やすりでクリアの波打ちをきれいにします。眉毛にも筆による塗装の段差ができていますので、きれいにならします。ウレタンを吹いて磨くを 2,3 回繰り返して、丁寧に塗面を平滑にしていきます。塗面がきれいになったらコンパウンドの粗め、極細め、セラミックコンパウンドの順に磨き、瞳を鏡面仕上げにします。光を当てると歪みがなく、鏡のように光を反射するようになりました。瞳を鏡面にできたらマスキングゾルで瞳を保護し、艶消しクリアで仕上げます。口はエナメルのクリアとクリアレッドを混ぜて筆塗りしています。最初は均一に塗り、ラッカークリアで保護してからもう一度口の外周部分を重ね塗りすると綺麗にグラデーションできます。艶を消したら最後にウェザリングマスターフィギュア用ピーチでチークを入れて完成です。自由奔放で前向きなアストルフォらしい顔に仕上がったと思います。今回は眉と口のみの解説となりましたが、アイペイントも同じ要領で描くことができますので試してみてください。次回のご依頼品で本格的にアイペイントをお見せできると思いますので、チャンネル登録してお待ちいただければ嬉しいです。メイントピックは以上となりますが、ここまで解説をご覧になって敷居が高いと感じられる工程も多いと思いますので、これはやらなくて OK というポイントを中心にビギナー向けの制作プランをご提案します。まず仮組みについては磁石や軸埋め込みが難しければ省略しても構いません。パーツの合わせが良くダボが深いため接着剤で組み立てるだけでも特に問題のない強度が得られますので、接着事故に注意すれば接着剤だけで組み立て可能です。合わせ目も目立たない後ろ側に来ますので、難しいと感じたらやらなくても OK です。やってみてうまくいかなかったり楽しくなかったらまあいいかで済まして次に進んでいいと思います。肌のサフレス塗装も道具に依存する部分が多いので、最初はフレッシュやフレッシュオレンジといった不透明塗料を使った方がやりやすいと思います。艶消しした後にウェザリングマスターフィギュア用でシャドウを入れると簡単に見違える出来になりますので、ビギナーの方には特におすすめです。グラデーション塗装も色をたくさん作るのはかなり時間がかかりますので、最初は単色塗りで OK です。慣れてきたら少しずつ色を増やしたり、テストピースで練習してみると良いと思います。瞳の鏡面仕上げなどのウレタンクリアを使ったテクニックも上級者向けですので忘れてしまって構いません。艶消しでも十分可愛く仕上がりますので、デカールをきれいに貼る方に専念しましょう。力を抜いてできるところからステップアップし、まずは途中で諦めずに完成させることを優先させてください。解説は以上となりますがいかがでしたでしょうか。お別れの前にあなたが最もやらなくて良いこと、忘れても良いと私が思っている工程をお伝えします。それは動画を何度も見て作業を忠実に再現しようとすることです。私が動画で紹介しているテクニックはあくまで一人の模型好きが自分の好きな模型を好きなように作った末にできたいわば足跡に過ぎません。技術や知識は模型の世界を羽ばたく翼になり得ますが、他人の技術の再現にこだわることは自由な発想力を奪う足かせになることもあります。アストルフォが大空を駆け回るとき、ヒポグリフという大きな翼に身を預けてはいますが、手綱を握り行き先を決めるのは常に彼自身です。自分の切り札の名前を忘れてしまう困り者もいますが、あなたの個性という名の宝具は決して忘れないでください。奔放で気ままで失敗や挫折を恐れない愛くるしい英雄のように、自由な模型作りを楽しんでください。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは模型に役立つテクニックや知ってお得な情報を配信しています。動画がお役に立ちましたら高評価とチャンネル登録をお願いします。過去作品はホームページに、最新情報は Twitter にて発信していますので、
概要欄のリンクからフォローアクセスをお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。今日があなたにとって素敵な模型日和でありますように。